おーちょっといつもと入り口が違いますが、関越新潟方面。な。割とノープランだね今回は。あ、そう今回は久しぶりにマジで何も考えてない、ノープラン、ただ行こうぜって感じ。スキーの板積んできたから。あれハザードが見えてね。ハザードでお礼しようとしたらハザードのボタンが分かんなかった。あと今日何曜だ？今日水曜でしょ。金曜日はちょっと日本対スペインあるから、早起きして見るわ。オッケー、私は寝てる。4時から。見ない？見ない一気に移動するのはちょっと無理があるので、塩沢石内で休憩してまた明日移動だね。コメントで知ったんだけど、シャワーが最近できたらしいから、ね、そう11月の頭にできたっぽいよ。今月じゃん。今標識で7度って出てたんだけどさやばい、ちょっと寒くなってきた。いやだってさ、あなたは達夫はちょっと暗くて見えんけど今タンクトップ着とるからな。神奈川とか都内とかはめっちゃ暖かかったよね。今日暑かったよね。暑かった。もう20度以上あったんだよね多分。あったよ。日中今沼田らへんを走ってるので、でまたサザエ人に来て、もう行きたいあ、もう12月だからさ、白木が出るから酒飲みたい。新潟、山形、まあ、行くかわかんないけど、秋田とか、日本酒巡ろうぜ。その辺全部もう米どころやしね。谷川岳があるとね、水タンクそのまま空のままでも来れるから出発できるからいい。ここで補給できるって分かってるから。そう、ここでなんか食べるのは初めてかも。初めて。なんかいつも水汲んですぐ出てる気がする。水汲むためだけに寄ってるから、ね、そうだよね。まだ店やってるから7時だけど。どうだろう。やってるか。寒っ。多分もう一個は満タンなんだよね。あ、入ってる。オッケー、じゃあこれだけで。そうそう、綺麗。7時半まで。やべえ、ホタルの光流れ始めた。ホタルの俺もつ煮そばにしよっかな。私もつ煮カレーにするわ。あ、もつ煮うどんにしよう。どこがもつだ。あ、ちょっと入ってる。もつ。昼っていうかさっきラーメン食ったの忘れてた。若干かぶるね。まさかの爆盛りな。結構入ってるの。結構入ってる。これは夢のコラボレーションなのではっていう。ごちそうさまです。ポメラニアン。謎のホームシアター。キャラバンがある。超寒くない？運転よろしく。任せろはいい。ここのご飯美味しかったね。うまかった。あ、新潟県へようこそ。なんかさ、こういうさ、ようこそみたいな看板してあるとすごい嬉しくなる。ちょっとね、明日のめぼしい酒造も見つけた。村上近辺に激渋の酒造が2個ぐらいあった。塩沢石内。シャワー浴びんのか。若干めんどくせえなって思った。いや、絶対浴びた方がいい。浴びた方がいいよね。なんか外に出るのが億劫だもん。そうそう、シャワーがめんどくさいというより外に出るのが寒いけんちょっとめんどくさい。県内降雪予報。うわ、トラックだらけや。あ、シャワー24時間。すげえ。完全にこれ一般車のレーンにトラックがあるやん。トラックの横とか嫌じゃねえ。でもトラックの横しかない。あそこちょっと空いてね。トラックの横うるさそう。エンジン耳栓すりゃいいのか。
俺じゃあ今回弾丸フェリータオルね。ちょっとそれテンション上がるね。うん、これ好き。200円で10分。謎の猫がいいじゃん。おーおーおー、これか。女性は1個でレジカウンターに私は男性が2個空いてる。切ってくるので、それ受付をしてきます。じゃあバイバイ。上にもある。すげえ。あれ残り時間が10分って出る。こういう電子キーになって入って閉めたら自動で鍵が閉まりました。ドライヤーもついている。もうなんだろう、ちょっといいドライヤーですね、パナソニックの。ビールも牛乳もねえ。水はただいまー。はい。めっちゃ綺麗やったね。めっちゃ綺麗だった。さて今回はツリーほい。このツリーの本体が100円でデコレーションライトなるものが300円なんよ。総額400円のツリー。これね結構すごいよ。いくよ、点灯いくよ。あ、ここ消そうかな。ツリー点灯いきます。ここも消そう。点灯。お、すごーい。結構すごくないこれ。一気に車内がパーティーモードだろう。うるさトラック。キュールさん。あ、やっぱ真横に、めっちゃ真横にいる。えぐいわ。音が、エンジン音が。めっちゃ真横に来てる。これ寝れねえな。いや、いいね、これね。いいでしょ。もういい。旅の間ずっとつけてよぜ。ちょっとさ、真横にさ、いるんすよ。真横にトラックが。ちょっと大きい車が。あ、じゃあ移動しね。ねえねえねえ、この一個先の山とパーキングエリアってとこがさ、うん。SBG ザンユージュアルだよ。じゃあ一個隣行こうぜ。うん、駐車枠とかもう関係ねえじゃんこれ。もはや。まあ、ちょっと文句言えないけど、物流さんには。なんか言えない。私はお世話になってるから。お世話になりまくってるから。怪しいね。だってほら入りきれないこの巨大なトレーラーがここにいるもん。そうだね。あ、あれ？前ならいいじゃん。前なら。これ前ならさ、横にトラック来ることないから。本日は大和パーキングエリアです。なかなかいいよこの車内。寝るかそろそろ。寝よもう10時半だよ。やばいじゃん。う。寝なきゃ。俺全然眠くないけど。もう寝てる。温度下がってる。20度ない。これどうする？ツリー。それ切ろう。これは切るかさすがに。オッケー。あった。おやすみ。
70度。おはあんま寝れなかっあれ本当？いびきかいて寝とったよ。た。あ、そうなんだ。いびきかいて気持ちよさそうに寝とったよ。なんという緩みやすさ。まだ緩みきってはないけど。旅先の成分を摂取してね、体内から谷川岳の水を体内に取り込んでね、旅してる感じになる体が。村上の方に行って、その後どこで泊まるかちょっと後で作戦を考えないといけない。山形方面に抜けてもいいかなって思う。村上城って誰がいたの？なんかあんま知らん人やったけど、戦い籠城戦とかが繰り広げられて、有名な武将とやり合った。やり合ったちょっとそうやっぱり上杉謙信との籠城戦など幾度もの戦いが繰り広げられた。謙信検索したらさ、なんか肖像画がちょっとおっちゃんだったただのおっちゃん。多分肖像画ってさ、いろいろ結果残した後だから多分年取った後なんだよ。あーなるほど、若い頃はイケメンだった20代の頃は多分相当なイケメン。でもやっぱ一番肖像画抜きにしてイケメンは李牧様だよ。あ作中のお話キングじゃない。ダムだね。もう実家でオイシックスバナナゲット。なんかちょうどいい感じじゃない？オイシックスバナナ。ガッサン？あ、ガッサンってなんかいいね。ガッサンってどう？ガッサンってなんかいい。ね。行ったことない。うん。ガッサン面白そうじゃん。面白そう。何があるか知らんけど。うん、知らん。あ、ガッサンスキー場って4月にオープンするんだ。どういうこと？多分雪やばすぎて冬の間クローズしてんだと思う。奥只見と一緒だ。そんなパターンもあるんだ。今日はガッサンに行くことに決定。風呂は庄内平野。いろいろ寄ってもいいよ。別に。俺寄りたいのはね、うん。海辺の海産物売ってるとこ。今年一発目。でもこのぐらい行きました。たまりましたね。あ、魚沼市だってここ。なんですね。朝の BGM はバッハでしょ。クラシックに限るな。長岡。新潟ってね、上越と中越と下越があるんだけどね、下の方が上越でね、上の方が下越なんだよ。ああ、都に近い方が上っていうことかな。そうなるほどなるほど。最近知った。最近知った。なんで下にあんのに上越なんだよって思って調べたら、昔の京都に近い方が上越っていうね。ああ、なるほど。今日の目標は急に何？海子さんの今日の目標は？じゃあ知らん。俺はね、なんかちなみに俺はうまい酒を飲むことが目標。ああ、そうなんだ。海子さんは？うるせえな、そんな考えてなかったから知らん。いや、海子さんの今日の目標はね、俺が決めた。やだそういうの。はいもう会社みたいなのがすげえやだ。決めろって言われるのもちょっと嫌だ。決めろって言われるの指示されたくない。指示されたくない指示されるの大嫌い。指示されるの大嫌い。指図すんなって思う。指図すんな。俺が運転に対して指図してもすっげえ怒る。ぶち切れるからね。クリスマスツリーが落ちそう。マジ？うん、落としとくかも。なあ。安全かな。よっ。そうなんか。うん、いいよね。でもそれいいと思うんだよ、その形状。あ、ここに置いとこうか。ねえ。ほら。ほら。ハッピー
らなんか退屈したんやろうな。すごい絡んで。娯楽が助手席には娯楽が必要だよ。暇だもんねだって。最近ブリーチにハマってるからね。だから黒崎いちご。寒っ。達夫に選手交代した。ちょっと退屈してそうだったから。そんなことないよ。楽しんでたよ。やだ6590円。でもそんなもんでしょ。結構移動した。割を適用してた。岩船とね。上林岩船。ガソリンを入れないとカラッカラ。あ、そうだ。ようこそ村上へだって。村上。なんかね、淡島っていう佐渡の近くのある島があるんだけど、なんか地図で見た淡島。そう、この村上港からフェリーで行ける。あ、そうなんだ。ガソリン爆安だったんだよ。あ、だったね。びっくり。なんかセルフじゃないから高いだろうなって思ってたら、150円だった。その一個手前にあったところは168円。さっきめっちゃさ、鮭吊るされてたんだよ。あ、見た見た。鮭と鮭で酒と鮭欲しいね。お酒と酒と鮭で。なるほどなるほど。神社かな。空港がメイビーじゃん。鳥居があるよ。岩船神社だって。立派。あれ、なんか俺が思ってんのと違うな。俺が思ってんのと違う。ここもう行くわ。これが岩船港の直売所みたいな。それがこれじゃないの。違う。広い。うわ、すげえ。で、アジでっか。でか。マトウダイもある。これカニ生きてる。何これ。何ガニ。淡いガニ。ブリ11000円。でかっ。何マスだろうこれ。ラウスさんだって。あ、ラウスさん。カラフトマスじゃん。じゃあこれカラフトマスだ。これはオスの鮭ですな。男。メスは高いんやろ。女6000円。地物だってる。岩船で鮭取れるのか。すごいね。あ、これこれ見たね、さっき。村上名産塩引き鮭。塩引き鮭っていうの。高級品だよ。8000円ぐらいするんだ。丸々1匹だもんね。大好きなんだけど。これ。それ絶対うまいね。美味しそうだよね。北海道産の昆布だ。アジをね、1匹注文した。アジをさばいていただいて、あとはじゃこの鮭をいただきましょう。岩船産の鮭。見えた。結構波があるんだよね。すごいよ。あ、来た。山直発見。よ列車こいっちゃ。どういう意味だろうね。寄って行ってくれみたいな意味か。あれ？閉まってる？定休日。良さそうだったのにこの山直。とりあえず昼飯だ。先に。そうしよう。おお、ここから登っていける。あ、本当。これがないとやっていけない。それをね、達夫がね、予想以上に気に入ってて。めっちゃいいよ。これこの残りのこの部分を巻きつけたいぐらいだ。
半直でジャムとかもあったら買おうかな。はい。もう提供が早いですね。提供時間が早い。提供時間。海苔もね、さっき買った海苔を。海苔味にしよう。海苔。いただきます。ラーメン。あと、うん。うめえ。さあ、外出た瞬間に体が冷えて、ラーメンで温まる。極上だね、これ。やっぱ寒い日のラーメンは最高。これ？そう。たどり着けねえんだけど。これ太陽酒造株式会社。そう。これはラゴミクラ。モミクラ。へ酒造。え。めっちゃ立派やもんね。試飲しちゃおうかな、できたら。お、いいよ。いいの私運転するよ。お邪魔します。終戦を目前とした昭和25年、14の酒造が合併してできた。昔の写真。すげえ。14が1個になったからこの奥村家、小川家とか書いてある。あ、多分そうだと思う。14個。その場で瓶詰めしてくれるみたいなお酒あるんですか？こちらがラゴミグラ限定でお出ししている船出し原酒。あ、これですか？あ、ちょっと取っててもいいですか？あ、ありがとうございます。これ、こっちにも。あ、これ一番右のやつですね。はいはい。220円なので、100円開始いたしましょう。3枚、1枚が110円で、そうなんですよ。 3枚だと220円。そうなんです。あ、じゃあそれで。ちょっと楽しいねこれ。ピッて押すんだ。ここれ一回押すだけですか？なるほど。飲む、いい？運転う。いいよ、運転するよ。あ、うまい。1番目はうまい。うまい現状。これラベルだけです大盛り。水みたい。その感想はいや、あっさり飲めるってことね。よし、じゃあもう一個いくよ。特別本醸造対応。これとこれだったら俺こっちの方が好きかな。俺も買うならね、多分これがいいんだけど。まあ、これで結構決まりなんだけど、これなんか頭に決まってんだけど。長押ししたからっていっぱい出るわけじゃないの。そりゃそうだろ。それだったらみんな押しまくるっしょ。なんとも危険なお酒です。アルコール強えや、これ。アルコールでも強っ。大丈夫？これ大丈夫？強すぎる？散々試飲した後これ気になる。これ今発見したんだけどさ、これさ新酒搾りたてってちょっと気になるじゃん。気になる。これってどういうお酒なんですか？これね、今出たばっかりで、今秋に仕込むんですよ、10月の、そして初めて出た新酒です。搾りたてなんで、室賀なんでね、旨味がこう濃縮してますね。昨日発売になったのかな。昨日なんですか？それは超気になる。これにしよう。ありがとうございます。美味しいです。さっきね組んでる人いた。そのと様もご自由にお使いください。パンダイ旭国立公園旭連峰の雪解け水、超軟水だって。あ、美味しいわ。超軟水。いやー、3個目の酒は強かったのかなり。なんか気持ちよくなってきた。よかったね、初めてのシーンできて。初めてだよね、俺が試飲するの。試飲っていいね。もっと試飲したいわ。ちょっと量が少なかったからね、一杯あたりの。一杯あたりの量は少なくていいやん。味を試すだけやから。柿すげえ。さっきから木に柿が大量になってんだけど。あ、これじゃん。
OK。大量爆買い。ちょっと雪がかぶってるあの山。ハロー日本海。うおー、おおおいい波。しぶきが風で舞い上がる。すげえ。疲れた。楽勝。あ、山形県入った。鶴岡市。おー、人生初鶴岡。由利本荘ってちょっとおしゃれだね。由利本荘。ただいまの気温3度。新潟カンガルーみたいな形してんじゃん。それの頭のてっぺんから山形に入った。スープで真っ白。うわーやばいこれさっきいい波とか言ってたけど結構命に関わるぐらいの波だわ。電車だ。お2両編成だな。あれなんだろう、ディーゼルかな電車かな。人間の頭みたい髪の毛生えてるやつみたい。滝鮭と鮎の里。あ、やっぱこの辺鮭なんだ。村上も鮭だったけど、そこから北の方も鮭なんだ。さっきさ海子言ってたけど、鮭ってやっぱ高級なんだよね。高級。イクラが特にね。筋子が1個で筋子1個3,000-4,000円したよ。それを私食べまくっとったからね。つまり北海道で鮭釣りまくって食いまくったらもう勝ち組確定ってことで。で俺は今年は北海道で鮭を釣ることはできなかったから、来年は絶対にもうリベンジ確定ってことだ。合算道路部分凍結、夏タイヤ通行不可。いいでしょう。冬タイヤですよ。庄内ナンバーこの辺近いじゃん。湘南と庄内でほぼ一緒じゃん。湯田川温泉入り口。開湯1300年。1300年すごすぎる。ここに止めて歩いていけばいいんですね。そうですね。入浴券ある。から出ることはできますけども、一度出たら入らいねがら忘れ物しないでください。了解です。はーい。一緒に行く。これ。おお。白鷺の湯。新潮組本部跡。庄内藩が江戸取り締まりの際、その配下となった労使組織。
太陽盛り。純米室賀生原酒。やや淡麗中辛口。こんぐらいにしとこう。おー、なかなかうまいっす。なかなかうまい。中辛口っていうのか、これが。気持ちいい。地べたに座り込んでね、体洗う感じは初めてだった。私一応椅子使わせてもらった。あ、椅子あったんだ。椅子あった。あれ椅子なかった？いなかった。みんな地べたに座って洗ってた。どうこのお酒？これね、結構辛口よ。あ、マジ？うん。なんかね、俺のね、ドストライクではないけど、結構うまい。キレがある感じ。なるほど。あ、じゃあご飯とかに合わせやすい。あー、ご飯には合うと思う。地元の人の会話さ、結構わからんくなかった。俺、男子風呂誰も喋ってなかった。なんか挨拶してから知り合いっぽかったけどね。この辺まで来ると方言がすごそうだね。すごかったよ。秋田とか青森とか。青森すごいよね。うん。マジで何言ってるかわかんないもんね。青森の人。明日、昨日、こういう単語は聞いてるけど単語でちょっとだけたまに聞き取れるみたいな。あれちょっともう一回体験してみたいな。ノープランの当日プランがちょっと慣れてきちゃった。ノープランドを極めたの私は。うん。で本当のノープランはもう本当にノープランだから。俺らちょっと朝作戦考えてさ、その日の予定は決めてから今日は行動してるけど、それもやんないで来たらちょっとそれはそれで破滅するじゃん。風呂入れないとかさ、飯食いっぱぐるとかさ。いや、俺らのノープランは当日プランだよ。明日ここに行って明後日ここに行ってどうしてって決めはしない。旅の全体の工程とか目的地とかは全く決めてない。その日に行きたいところに行く感じ。これが道の駅。あ、なんかすごい雪ある。うん、本当だ。熊出没注意ですって。熊出没注意。トイレをチェックしましょう。あ、閉まってんね。あ、閉まってる。 5時14分だ。腹減るわな。これちょっとクラシック必要だよね。雪でもほんといいよね。テンション上がるよね。上がる。最高だよね。雪が降らないところの出身だから珍しいわけよ。珍しいね。雪って最高だよね。雪国の人からしたらもう鬱陶しいんだろうけどね。俺らからしたらもう別世界に来た気分だよ。あ、そうそうそう、そんな感じする。湯殿山スキー場とかちょっと気になってんだけど、オープンしてねえのかな。雪も降ってるってことはしてんじゃない？やってたら行きたいよ。オープンするほど積もってはない気もするんだよ。弓張平公園。お、すげえ雪原じゃんこれ。入り口どうなってる？ここだよ。駐車場。入れなくもないけど、なんか上がどうなってるのか気になる。なんかちょっと違うから移動で一旦その降りたところのダムの駐車場で飯を食いましょう。めっちゃ止まってんだけどかも。森鍋だぜー。今日どこで寝るか。それは非常に悩ましい。食ってから考えよう。そう、その方がいいと思う。なんかさ、食べる前は考えられないもんね。考えられない。まとまらないと思う。お忙しいところ申し訳ありませんが。あ、どうぞどうぞ飲んでください。っていう枕言葉あるよね。あ、全然思ってないやつやろそれ。全然頑張ったもんね。うん。おお。うわー、うめえ。
ブラボー。熱っ。熱々。これは何鍋になるの？鶏鍋。結構寒いわ。ちょっと薄着なんだなまだ。タニタが沈黙した。でもこれ多分そろそろ電池切れなんだと思う。確かにずっと変えたことないもんね、電池。電池変えたことない。時間が12時に戻っちゃって。やべえ、俺今日の動画公開しよう。忘れてた。うん、公開。骨付きの鶏肉で鍋は初めてかもしれん。うん。でもうまい。うん、うまい。チャラーン。いちごおじやにすると結構な量になるけどね。なるね。柚子胡椒なんか入れてもうまいかも。あ、絶対うまい。完成。そんなものが。実家産のおネギをね、やばい、ネギ吸い込んだ。最高。これがここ最高。に乗せて、うまっ。海苔いいね。もしかしたら海苔が主役かもしれない。この海苔若干あれに佐渡の海苔に似てるね。この海苔マジでうまかった。うんたまに貝がジャリっていう海苔。にちょっとなんかニュアンスが似てる。香りがいいね。そう、かっこフェリー大好きすいい。いや、ジャンボフェリーはね、俺今までのフェリーで一番良かった。設備がいいとか綺麗とかじゃなくて好き。草案が溢れてる感じとか。そうなんだ。愛すべきフェリーなんだ。ジャンボフェリーは。設備とかのいいで言うと、大阪鹿児島のサンフラワーが今んとこあれ最高だった。大阪鹿児島サンフラワーはすごい。飯食ってだいぶ回復したね。私今超元気だよ。ちなみに。あ、マジ？なんかどこへでも行ける気分なんだけど。あ、マジ？じゃあさっきのとこに戻る。でも大丈夫。道の駅ガスタン。マイナス1度。あ、右なんだ道の駅って。左にもある。やっとトイレ付き駐車場が来た。着いた。道の駅こういう時ありがたいね。ありがたい。マジっすか。これははかどるわ。これはすごい。観戦の準備しておかないとね。明日起きたら速やかにサッカーを見れるように。パソコンと充電器を出して、イヤホンも必須です。これを出しておいて、起きたらコーヒーも作れるようにコンロも出しとく。鍋もガサガサ言わないように出しといて、ガスとかコーヒーすらもここに出しておく。気温は2度。今まさに。すげえすげえやばやばおお勝ったや勝ったおはようございますマジで早起きしてよかったよかった。
ったね。それは面白い試合やったね。今年最高の早起きだったね。1ミリの差でボールがもうほぼ出てるっていう状況でギリギリ出てないっていうので繋いでゴールだ。最2点目はもう人間の目じゃ判定できないぐらいの感じで、それ機械でスーパースローでくる。そう機械判定でゴー、これは出てないっつってゴール。やったらいける。あ、なんだ俺うるさかった？なんか笑ってたでしょ。あー燃料切れでオフになった。ブラボー。お、今日はイチジクがあるじゃん。飯うま。もう結構バシャバシャじゃね？バシャバシャ。積もったな。お、ダイソーの結露取りで雪も取れるわ。すごい。こんな積もったの？結構もっさりしてるね。ワイパーあげるの忘れてた。本当だね。中でもこれがすごいな。おお、こりゃたまるぞ。おお、昨日の2倍ぐらい。うん。昨日と全然違うよ。景色がさ、全然違う。やばいね。結局う日本海沿いを北上することにした。ん、そうしたね。そういうことになりました。行ったことないゾーンだから、うんその辺を徹底的に走ろうか。知りましょう。一応目的地は決めたね。今日のところの目的地は決めたね。なんだっけ、宮城みたいな。いわき。いわき。岩の城と書いていわき。温泉付きの道の駅。何今の？雪飛ばされた。すごいよね。昨日はこの辺もほぼなかったよね。なかった。ちょっとさ、脇に残ってるのはあるかなぐらいの感じだった。うっすら野原が白くなってるぐらいだった。もうずっと撮っちゃうね。すごすぎて景色が。